この前ね、外国の友達にちょっとドキッとすること言われたの。何？日本人って自分の意見がないよねって。うわ、ストレート。ストレートでしょ？でもね、私怒れなかったの。ああ、わかる気がする。わかるでしょ？だって私、会議で特にありませんって結構言ってる。言ってる。私も皆さんに合わせますばっかり。それ、ランチのお店を決めるときもどこでもいいよって言っちゃう。言っちゃう。でもね、本当に何も思ってないかっていうと、思ってはいるんだよね。そう、思ってはいるの。じゃあ、なんで言わないんだろ今夜はそこを掘ってみようか。ちょっと自分たちの話にもなりそうだけど。なるね。今夜もレイトナイトジャパニーズチャット始めましょう。私たち美咲とのぞみがお届けします。じゃあまず、どんな場面で言わないか集めてみよう。一番は会議かな。何か意見ある人って聞かれて、シーン、シーンってなる。誰も手を挙げない。手当てられると特にありません。そう。あと便利なのが、どちらでもいいです。出た、魔法の言葉。これ言っとけば、とりあえず角が立たない。あと、皆さんに合わせます。お任せします。もうよく言うよね。言う。ランチの時の私も同じのでもう多分仲間。あれね。一人が頼むとみんな同じの頼む。頼む。学生の時もそうだったな。授業で手を挙げなかった。あげなかったね。じゃあなんでこうなるんだろ理由の一つ目は多分これ。練習してないの。練習。学校でね、意見を言う練習があんまりないの。ディベートの授業とか少ないもんね。少ない。私学生の時ほとんど記憶にない。私も。授業って大体正解を当てるものだったでしょ？そうそう。答えが一つあってそれを当てる。だから、あなたはどう思いますかって聞かれる機会が少なかった。聞かれても正解を言わなきゃって思っちゃう。それある。意見なのに正解を探しちゃう。でしょ？意見を言うのって筋肉みたいなものだと思うの。筋肉。使わないと育たない。私たちその筋トレをしてこなかったんだよね。確かに、急に意見を言えって言われても困っちゃう。で、理由の2つ目。これが結構大きいと思う。何？意見を言うと強い人だと思われちゃうの。それすごくわかる。はっきり言う人って気が強いとか自己主張が激しいとか言われがち。言われる。褒め言葉じゃない感じで言われるんだよね。そうなの。日本にはね、有名なことわざがあって。出る杭は打たれる？それ、杭って地面に刺す棒のこと。一本だけ飛び出してるとトンって打たれる。目立つと叩かれるってことだよね。そう。だからみんなと違うことを言うのが怖い。和を乱す人だと思われたくないもんね。それでどうするかというと、黙るか、同調するか。二択。二択なの。私もそう思いますって言っとけば安全。でもね、ここが今日一番言いたいところなんだけど、意見がないわけじゃないの。本当は思ってる。思ってる。心の中では結構いろいろ考えてる。そう。それはちょっと違うんじゃないかなとか思ってるの。思ってる。でもその場の空気を見て言わない。言わないんだよね。で、ここが少し怖いところなんだけど、何？それを何年も続けてるとね、自分でもわからなくなってくるの。あれ？私の意見ってなんだっけ？わかる。会議で急に聞かれて本当に何も出てこない時ある。あるよね。意見がないんじゃなくて出す練習をやめちゃった感じ。そうかも。空気に合わせてるうちに自分の声が小さくなっていく。これがまさに空気を読むってことなんだろうね。でもさ、面白いことがあって。何？同じ日本人が SNS だとめちゃくちゃ意見を言うの。確かに。会議では一言も言わないのに、ネットだとすごい勢い。すごい勢い。何かあると一気に意見が集まるよね。集まる。日本語で炎上って言うんだけど、燃えるっていう字を書くの。批判がバーッと集まること。逆に誰かを守る時もみんなで一気に守る。する。で、なんでネットだと言えるかっていうと、顔が見えないから。多分ね、日本の SNS って名前を出さない人が多いの。匿名。だから言える。そう。つまり、意見がないんじゃなくて、言う場所が違うだけ。なるほどな。でもちょっと考えちゃうね。ネットでも結局みんなが同じ方向に流れてる感じしない？それも同調なのかも。場所が変わっても空気は読んでるのかもね。でもね、暗い話だけじゃなくて、最近は少しずつ変わってきてると思うの。学校も変わってきてるよね。変わってきてる。発表の授業とかグループで話し合う時間が増えたって聞く。若い子は結構はっきり言うもんね。言う。
会社でもどう思うって聞かれることが増えた気がする。するね。じゃあ私たちもちょっとずつ言ってみようか。言ってみよう。でもね、いきなり強く言うのは怖いでしょ？怖い。だからね、日本語には柔らかく意見を言う方があるの。お、これは使える。例えば、個人的には何々かなと思います。個人的にはをつけると押し付けない感じになる。なるでしょ？あと、何々という考え方もありますよね。それも柔らかい。反対じゃなくて別の見方を出すだけ。そう、これなら強い人に見えないで意見が言える。皆さんも会議で使ってみてください。じゃあ今日のまとめ。はい。日本人は意見がないって言われるけど、ないわけじゃない。思ってはいる。でも言わない。理由は、まず意見を言う練習をしてこなかったこと。そして意見を言うと強い人だと思われるのが怖いこと。出る杭は打たれるだからね。で、空気に合わせてるうちに自分の意見がわからなくなっていく。でも SNS だと一気に言える。だから意見がないんじゃなくて言う場所が違うだけ。正直これ私たち自身の話でもあるんだけどね。ねえ、でも少しずつでいいから言ってみたいなと思う。個人的には何々かなと思いますから始めよそこからね。う。ねえ皆さんの国ではどうですか？学校で意見を言う練習をしましたか？ディベートの授業はありますか？はっきり意見を言う人はどう思われますか？ぜひコメントで教えてくださいね。今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所になれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。それではまた次回おやすみなさい。おやすみなさい。こ